いかがだジョンです。今回の VS エンポリウムタイタンズというわけでね、ハードモードでの対戦になってて、ユニットの縛りはないようですね。対戦相手の方は何度も対戦したことのあるクランで、何人か知ってる人いるなぐらいの感じですかね。はい、早速やっていきましょう。はい、対戦相手が先行ですね。ライドラの1体入ったクローン型の、クイーンにアングリジェリーついてますね。さあ、ここは、ジャイアントアローでエアスイーパーかな、エアスイ2発落としつつ、アングリジェリーついてるので穴開けした方には戻ってきますね。シューンと戻ってまいりまして、隣にドラゴンやってる感じですね。本当に対空の方まで降りてる感じか。クイーンの方が、これはギリギリでしたが、なんとか耐えました。この辺がハードモード。クローンが間に合わず、ドラゴンがクローンされております。このやり方、クローンいらんかった説ない？出撃艦でもう十分足りてそうだし。クイーンの方は落ちましたね。対地コースだけだったかな、他。ターゲットそんなによく書いてた感じじゃなかったけど、落ちましたね。この辺が、ハードってる。で、真ん中シングルのタゲを取るためにスケルトンを置いて、3時から、12時からロイヤルチャンピオンキングの方はサッカーボールかなり飛ばしていきました。ガントレットサッカー強いよね。ドラ系だとやっぱ、この組み合わせっていうのもかなり強い。で、フリーズかけてからのストライカー、いいタイミングかな？間に合いそう。ホグがしっかりキングのタグを吸ってくれつつ、ロイちゃんの方の盾にもなってくれている。キングとしてフォックス生き残り、ライドラが残ってる。ライドラ入りのドラゴンラッシュといったところ、ライドラの方が最後は残っていって正解です。さあ、クラウス初手できました。ファイヤーボールソー。ファイヤーボールですね。で、インビジブル、インビジブル、インビジブルからの、ジモンターにぶっ飛ばしていく。ウェイク。強いね、このファイヤーボール。うわ。出ました、大工。クラウス前の対戦でもそうだったんだけど、残っちゃうことがあるね。ファイヤーボール。これだから今後は本当に、ファイヤーボール飛ばした瞬間にクエイクを当てる技術みたいなのも必須になってくるね。ちょっともったいないもんね。なるほど。うわー。キングは入ってくれたけど、クイーンでタウンホール見せたプランでしたね。いや、これ相当強かったんだけど、リカバリーでランチャーを飛ばしていきます。で、コウモリ。前回の対戦、ね、ちょっと見ていただければ、1本前の動画になってるかなって感じなんですけど、やり方としてはファイヤーボールして、対空砲が孤立したところのターゲットをコウモリで拾ってロケバル刺すみたいなことを結構やってたんですけど、ちょっとこれはヒーローでタウンホール取れなかったので、さすがにリカバリーをせざるを得ない中身はロケバル。なんとか落としていく。ちょっと一瞬怖かったけど。ミノはまだクローク持ってますね、ヒーラー人形。これぐらいかないな、きついな。上はガゴ回収。3時も一応ガゴは投げれるけど。キンの方はクロークで、レイジフリーズをこれクイーンを救うためのロケバルをここ刺すかどうかって感じなんですけど、来ましたね。フリーズかける？フリーズかけない。うわ、フリーズかけ、フリーズかける対象がもうないからね。今のタイミングで打って投石まではゴリ押しでおるぐらいのつもりでもよかったかもしれない。なかなかね、この手の戦術はリカバリーが難しいですからね。ガゴかアーチャーでポイズンターンをまず外す。まずそれは絶対やった方がよく。剣がワンチャン、くるって、逆スイードまで回ってくれたら熱いんだけど。今のもできればアーチャーでタゲが取れれば最高だったのか。難しいね。でも一発しか吸えないけど。でも、その間にクイーンが打てる角度でキングのタゲを据えてればよかったのか。それが理想論なんだけど、攻めながらそれを気づくの難しいね。投石はもうさすがに任すしかないな。そうだね。アーチャー出して、ポイズンタワー。で、裏からガゴラッシュ赤バク。ポイズンもかかる位置。
なかなかうまくいかない。こっちから出すか。あるか。時間の方が間に合わず。ちょっとクイーンの逆走が痛かったっすね。変えたの。一番最初のね、世界大会の時にね、変えたのにね、僕ね、インツの INTG っていうブラジルのクラン、まあ元クラッシュチャンプスなんですけど、ね、この変えたのからユニフォーム今でも僕持ってます。当たり前だけど部屋にあります。隣キングジャンプですね。のラバル。クイーンの方が若干、ただこれ戻るね。キングじゃない、キング。あ、戻んないです。戻んない。あ、いや、戻る。そうだよね。そんなに戻る。さあ、突撃簡単ホールの方へ、ここっていきます。援軍細かいところ、オーバーグローだ。なるほど。たまにオーバーグローのね、ラバルにいますね。で、ボーデンはもう完全にこっち来ちゃいました。ちょっと、何しとんねんって感じですが、VL チャンピオン能力解放。これに近いタイプの配置結構ね、流行ってます。流行ってたかな、もはや。だいぶ見るよ。ヘイストかけてフリーズはシングルの方に打つ。なるほど。残してマルチの方に打つ方がさすがに強い気はするんで、ちょっとこれはもったいなそうだけど、ナイスディギー。まあまあまあ、呪文なしで終盤突破できるこうなるっていうのが予測できたのかもしれないですね。さあ、カズマくんもオーバーグロー型のラバルっすね。ジャンプ入り。もうほぼ同じですね、今のと。これはただ、ファイアボールだな。呪文構成で違いに気づきました。ファイアボールですね、これはどう見ても。となると、まあ、全く違うやり方になりそうなんですけど、インビジブル。ですら、あるやる読みと。で、クイーンの周回を待ってた感じかな。クイーンがね、ファイアボールで落とせるような立ち位置に。いいサイドだな、これ。本体もいきなりボマーポンと。で、ドラウォーデン採用をしっかりここ活かしてますね。バルーンを使っていくことで、ウォーデンの方を守りつつ合流をさせていくと。使い捨てにしない。ファイアボール打った後のウォーデンを使い捨てにしないと結構大事というか有効活用できると強いよね。大事っていうよりはできれば強いよね。で、フリーズ、もう一回打つかな、ここはさすがに。欲しそうだけど、なくてもいけちゃうか。もうオーバーグローに備える感じですかね。インの方がオーバーグロー解けた後のターンホールも打てるのも強いな。このスサイドバカ強いな。最だな。マジで何でもできるよね。これはもう即クローク打ちたいし、ね、ここは、ジャンプでクイーンも最終区画一緒に合流ができちゃいます。で、呪文の方がこれが最後。ウォーデンもこれ最後残ってるんですよね。ウォーデン残してるの、ファイヤーボールのウォーデン使い捨てにしなかったの強い。いや、めっちゃいいアタック今の。ライドラ入りのクローン型のラバルです。ジャイアントアローやスイーパー2本折り。だからマジで。なんかむずいか。みんなちゃんと当てるね。当たり前です。できないといけない。ここは、手前にクローンしっかりいいですね。タウンホールも起動させつつ、ちょっと早めにね、落としてあげることで、トルネがあった時にね、モノリスを最低でも折れる。モノリスタウンホール両方狙えるようなタイプだ。急に、からちょっとどうかな。フリーズかけてあげるもっと、赤バクまでセットであったら死にそうだけど。基本的には大体通るようなタイミングでしましょう。ガンが試されてたらちょっと厳しい可能性があったかな。ただロイヤルチャンピオン能力解放。ここだよね。ロイちゃんの能力解放とか、この辺のホグとかがハードモード結構解きやすくて、この辺がね、やっぱ明確にノーマルモードと違うところだなって思う。ロイちゃんの HP、巨爆も普通に痛いんだよね。
さあ、中心マルチまでドラゴン貫通。偉い。で、裏のところこれガーゴイルでタゲを取ります。これによって長弾大砲を殴ってるドラゴンの方を延命していくようなイメージ。まあ、ドラゴンはやられたけども、これでクイーンが落ちない形になりましたかね。うん。いい延命でしたね。ナイス展開。さあ、これはガクもファイヤーボールですね。43クエイク。ゴーレムからのジャイアントアローを飛ばして真ん中天才強いね。で、ちょっとヒーラーがゴーレムついちゃったね。で、アングリージェリーをつけてます。ウィーンと。で、ロケバルでまずはファイヤーボール飛ばしたいところのカットかな。12時キング、ロイヤルチャンピオン、間って感じなんだけど、ロイちゃんの方で援軍釣れちゃうんです。クイーンが打てない第1クロスっていうところをロイちゃんに担当させようという感じだとは思う。先にロイちゃん、入っちゃってほしい。神、声聞こえたっぽいわ。で、ここから突撃艦からのファイヤーボール、クエイト。なるほど。強いね。で、現れたタウンホールの方を落としていく。ストライカーとか刺したかどうかちょっとキワいけど、手元に結構いるから。ポイズンリザードを採用していることでクイーンを落としていく。で、残ったところはロケバル回収プラススケルトン。これめっちゃいいプランだね。やっぱファイヤーボールが強いな、ハードモードは。ロマン砲みたいな感じになって、割と堅実なプランとしてもね、ファイヤーボールを飛ばしやすく、しっかりテスラのケアとかしてあげればね、罠とかにも影響されづらい戦術になってるからね。医療パートさえミスらなければって感じ。ナイス展開ですね。まあ、安定感のある戦術と呼べる気がする。もう、上手ければ、PS があれば安定感のある戦術。やり方次第。ルートライダーラッシュにヒール入ってます。ドルイド禁止されてないよね。ヒール積むぐらいならドルイド入れた方が絶対強いで。スケルトンの呪文の方をシングル IT につけて、クイーンも合流しつつのルートライダー発進です。これは、フンビズかなんか打たないと困るね。クロークってヒーラーつけて。なるほど。ヒーラーつけれるからって判断か。ヒーラーがこれつきますよってことで、まあ、ドルイドの代わりにね、クイーンが生み出すヒーラーで代用しようというか、まあ、それで十分ですっていうプランかもしれないですね。さあ、ポイズンタワー打たせてからのオーバーグロー。中心部にここヒールかけていきます。このヒールは強いは強い。援軍の方も細かいところなんですけど、バルキリーがこれ援軍ネクロに対しては強いですね。ポイズンタワーも解けて、ネクロの方にバルキリーがなかなか向かってくれない。来た。やっと来たね。ただこれオーバーグローをね、ずーっとつけ続けてることで、中心部。時間はかかりましたが、被弾は受けず。ただここで解けた中心部分。いや、結構火力高いね。ちょっと火力上がっただけで、やっぱ、ね、ハードモードって10%とかでしょ、確か。スーパーだよ。ちょっとね、パーセントいじっただけで結構防衛出るから、面白いね。通知にしたらだって1桁しか上がってない施設も結構多いからね。9としか上がってないからね、あちらと。さあ、ジーマライドラ2体入りのドラゴンラッシュ。シューターかな。やっぱね、時間勝負じゃない時のシューターは強いし、ハードモードってまあ、特に、その展開が多いです。ハードモードじゃないノーマルモードだと、なんか、わざわざプランをね、安定感のあるプランのために変えるっていうことをしなくて、まあ、プラン一緒でいけちゃうってことも。エアスイ降りましたが、できれば反対サイドのエアスイも降りたかったかなって感じのジャイアントアローかな。手前はそんなに影響変わらない感じだ。ライドラーって一発撃ってほしかった。
打って欲しかったけど、そうだね。やっぱりライノラの落としてくれたライトに落ちた。中心部フリーズかけて、ルーターの方が6乗。カット。ここももう一度フリーズをかけて、爆弾錠プラス。大気とかあの辺落としてみる。タウンホールの方も、これはドラゴンの方が向かってくれてる。ラストフリーズもそこに打つことになりそうかな。でも、いらなそう。ウェイや、価格費。うわそうなんだよね。その辺の判断をした。あとはロイちゃん。モノリスの方、しっかりキングのタゲがキングで取れてる間に、ロイちゃん刺して、歌強いね。撃砲まで。が入りました。ロイちゃんの解放。次にはちょっともう仕事できない状況なんです。卵採用ならワンチャン下側削れるの確定してるからシューターで。なんか外周部は施設削ってあげてもよかったかもね、この辺。僕なら削ります。削らないならロケバルとか入れる。ロケバルとかドラゴンライダーとか入れる。対1クロスがさすがにこれはロイチャンスを落としますが、空飛ぶユニットが多いのでゴリ寄せそうかな。テスラの方が、バガゴとフェニックスが張り付いて、ラスト全開が刺す。エレクトロタイタン超久々に見ました。しかもマスじゃない、カンストしてないレベルというところで。オデヒータイタンバルキリー型。普通のオデヒータイタンっぽいな。にオーバーグローが入ってるのか。懐かしの戦術みたいな。モノリスの方が、いいね。ポイズンリザード破ってくれました。そこ。届かない限り、届いてくれたら、このまま。で、反対サイドがカット。リターンまで切って感じが4時のところから入っていこうという形。アーチャーとかね、入れてあげるとこの迫撃とかも削れるので、ベビーそこ使うプランニングするなら、アーチャー僕、すごい、この辺とかもアーチャーで取れるし、絶対使うな。重心場所があるな。1枠でこの防衛説、削れる可能性があるところっていうのはね、もう、トライするのが1枠でいいからね、ほぼノーリスクは、ハイリターンとまではいかないけど、ノーリスクミドルリターンぐらいのね、価値はあるんで、やり得みたいなところあるんですよ。で、タイタンの強いところ出てますね。ブスケを一瞬で処理。ただちょっとヒーローの方、キングの方に投げられて、ストライカーとか投げなかった。ドリルも結構最近あんま使われてないね。たまに、ピンポイントにドリルが刺さるときにドリルを使われるみたいな感じで。ボマーもそうなんですけど、役割的には結構似てるもんね。呪文はかなり残ってるんですけど、施設もかなり残ってると。ドリルを、そういうプランか。残ったモノリスに当てていこうっていうプラン。なるほどな。モノリスの方も、フリーズをかけて、クイヒーレイジか。ロイちゃんを落とすなら。フリーズ欲しくない？よくもあるね。フリーズかけて巨爆。おー！やらかした。やっちまったねー。これは星1か？やっちゃいましたね。言うてこれ貯めたところで前回相当苦しいので、リスクをあんま犯さずにね、確実に星にとって、変わるのってスーパーだけなんで、そういうシーンかなと思います。優先順位というかそういうところが割と大事になってくるかなって感じなんですけど、ファイヤーボールと。74だって、どう打つんって感じ。これは、そうだね。ジャイアントアロと合わせて、だね。そのやり方、この呪文の数だと。そうだよね。まずはここ。多分、インビジブルタワーとかに当てたいのかな。71の方を当てていきました。どうだろうな、これ。
で、ここファイアボール。はいはい。インビジブル、インビジブル、タウンホール、ドッカーン。ジャイアントアローまで。なんか、ジャイアントアローと、今、さすがに落ちないもんね。ジャイアントアロー当たる瞬間に死んだぐらいでちょっとバグったんだけど。さすがにジャイアントアローないとタウンホール落とせない。で、10日弊社がウォーデンについてることで、まあ、レイジ状況。そのテスラうざいね。まあ、ウォーデン。で、キングが頑張ってる。隣からクイーン来ましたという状況。いいね。クイーン使って対地クロスの方向へ。まあ、呪文はないんでね。火力の高い援軍はうざかったんだけど、まあ、そんなのあんま入ってないと。で、10日弊社からスーパーホグが来て、そこはウォーデンのレイジジェムもつくのもめっちゃいいっすね。で、裏側の方オールブレーカー使って、マルチ IT アクセスできるようにしています。さあ、これまだまだスーパーホグがレイジに乗ってくれてるのもめっちゃ強い。さあ、クイーンの方もこれレイジジェムついて合流して、ロイちゃんがまだ生きてますね。12時から来た模様。さあ、回っていってのナイス旋回。ファイヤーボール祭り。はい、というわけで終わりました。14対12ということでね。まあ、相手が星1出てというところで、まあ、ハードモードになって防衛はあからさまに増えてきたなーって感じで、まあ、ハードモードのね、回は毎回言ってる気がするんですが、固定ダメージ系のギアは結構価値が高くなって、まあ、天才だったり、ジャイアントアローだったり、ファイヤーボールだったり、まあ、サッカーボールはなかなかね、計画的にぶつけていくのが難しいし、自分もね、めんどくさいので合わせるのが選ばれづらいんですけど、まあ、そういった系のね、ギアとかは結構価値高い感じで、まあそこを軸に考えるのがファードモードの攻略できるんじゃないかなと思うのでね、もしハードモード攻める機会がある方はね、ファイヤーボール系の戦術練習するのはありかもしれませんね。まあ、素材はめちゃめちゃ僕の動画でね、ナビの選手めっちゃ使ってるので、見れるんじゃないかなと思うので。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録をお願いします。また次のお願いしましょう。